はい、こんばんは、深夜です。今日は久々にガジェット紹介コーナーをやります。というわけで先日新しい iPhone 17を買ったのですが、新しく AirPods Pro も発表されてたので、それもついでに買いまして、で、Apple Watch もそろそろ新しいのにしようかなと思って、それも買いました。というわけで今回はそのApple 製品のおすすめ周辺機器を紹介しようと思います。ではまず AirPods Pro 3です。前回買ったのが AirPods Pro 2が出た時だったので、割と数年ぶりに買い替えました。で、AirPods を使っている人はわかると思うのですが、AirPods は落としてしまうと蓋がパカーって開いて、中のイヤホンがもうコロコロコロって転がって排水口とかに落ちて一生取れないっていうことがよくあると思うのですが、このケースを使うともう一切そういうことがなくなります。はい、ここにロック機能がついていて、ボタンを押さないと蓋が開かない仕組みになってます。この機能により、もし AirPods を落としたとしても、もう中のイヤホンがコロコロって転がっていって排水口にポトーンっていうことがなくなりますというすごいケースです。カラビナもついてて、バッグとかベルトループとかに引っ掛けれます。で、元々のここの金具がすごい弱々だったんで、ちょっとしっかりしたものに付け替えています。はい、Apple Watch 11です。で、前回 Apple Watch を買ったのが7の時だったので、4年ぶりに買い替えました。で、僕の腕時計の絶対条件として、ここのベルトがボタンでワンタッチで外れるやつじゃないとダメです。よくあるベルトの穴を通してつけてみたいなやつだとちょっと時間がかかって時間の無駄になるのでつけません。で、今までの Apple Watch の時はこのゴールデンコンセプトのケースに入れてたのですが、でこのケースが Apple Watch 全体を囲む仕組みになってて、どうしてもここがごっつくなるので、ちょっとそれがずっと気になってたんで、今回どうしようかなと思っていた時にエルメスからこの僕の好きなタイプのバンドが出てたんで、これにしました。で、細いバンドと太いバンドの2個が出てたのですが、どっちにしようかなと思ってちょっと迷ったんで、両方とも買いました。こっちが細い方です。で、こっちが太い方です。で、この Apple Watch 本体の方は普通のやつとエルメスモデルと何が違うのかというと、エルメスモデルの方はそれ専用の文字盤が使えます。それだけです。それ以外は特によくわかりません。で、僕はせっかくなので、そのエルメス専用文字盤の一番シンプルなやつにしています。で、僕が普段どんな時に Apple Watch を使うかというと、もう基本家にいる時につけています。で、この Apple Watch は脈拍を測れたり、睡眠を管理したり、こういうヘルスケア的な機能がいろいろついているのですが、僕はもう生まれ持っての健康体なので一切そういうのは使っていません。で、何に使ってるかというと、LINE とかメールの通知を見るために使ってます。iPhone を別の部屋とかに置いてても、もうどこでも通知が見れます。で、あとはクイズ会をしてる時とかにLINE が入っても、もう一瞬で見れます。で、大した用事じゃない時は、そのままクイズに集中して、で、緊急な時はこのクイズの合間にiPhone でちゃんと返信します。もう通知をいかに逃さないかがポイントです。はい、そして iPhone 17 Pro Max です。僕はここ近年もう絶対 Pro Max しか選びません。なぜかというと、僕 iPhone でいろいろ覚えてるのですが、なるべく1画面に情報量をたくさん表示した方がなんかいい感じなので、もう絶対
Pro Max にしてます。で、色は元々のリーク画面でブラックカラーがあったので、次は絶対ブラックにしようと思ってたのですが、いざ発表されるとなぜかブラックだけ消えてて、どうしようかなと思ったんですけど、ケースに入れれば何でもいいやと思って、一番黒っぽいディープブルーを選びました。で、普段使ってるケースがこれです。で、今回の iPhone はここのカメラのとこが結構空いてるので、ここから青いのがちょっと見えてたんで、ちょっとブラックのカバーを貼りました。で、これでこうやって立てて置いてます。これはもちろん横にもなります。で、家の中ではこのケースを使っているのですが、外に行くときはこっちに入れ替えます。はい、こんな感じで。これはカード入れがついていて、こっちにクレジットカードとこっちに1万円札を緊急用に入れています。緊急用なのでこれを使うことはほぼないです。で、財布とかは持たずにもうこれだけで外出します。もう財布を持ってる人の意味がちょっとわかりません。なんでみんな財布を持つんでしょうか。はい、続きましておすすめ iPhone 周辺機器の紹介です。はい、まずこちら。これはこうやって、こうやって、こうやって、こうやります。で、普段こうやって iPhone を立ててるんですけど、これを使うことによってちょっと高さが出せます。はい、もちろん横にもこうやって置けます。で、さらにこれをこうやって、こうやって、こうやって、こうやると三脚っぽくなってさらに高さが出せます。はい。で、あとはここがカラビナみたいになってて、なんかいろんな場所に引っ掛けることができます。引っ掛けたことはないですが。はい、そしてこっちがさらにそれの進化したやつです。これもさっきのと一緒の感じなんですが、これはもっとさらに高くできます。さらに高くできる上にここが回るようになってて、ちょっといろんな角度ができます。こんな感じで。で、さらにここがちょっと挟めるようになってて、デスクの端とかに挟んだりして、いろんなことができます。で、さらにここがカラビナになってて、いろんな場所に引っ掛けれます。特に引っ掛けないですけど。そして続きましてこちらです。はい、これは iPhone をミラーリングできるモニターです。で、これの本来の使い方は、ここの iPhone の背面に取り付けて、外カメラで自撮りができるっていうものです。iPhone は基本的に内カメラより外カメラの方が画質がいいので、画質がいい状態で自撮りができるっていうのが本来の使い方なのですが、僕の使い方は、例えば YouTube のサムネ画像を藤枝くんに撮ってもらうときに、これがないともうまず撮ってもらって、で、一回写真を見て、もうちょっと構図的にもっと右でとか、もうちょっとアップでみたいなやり取りをしないといけないのですが、撮ってもらってる時に僕が確認しながら指示を出すことによって時間短縮になるという素晴らしいモニターです。そして続いてのおすすめ商品はこちらです。これの僕の使い方は、例えば
歴代 M1 グランプリ過去10年の優勝コンビを書いてるのですが、これを覚えたいっていう時に、こうやってアプリから今すぐプリントを押すと、こんな感じであっという間にプリントができます。で、この覚えたいことを書いた紙をこうパソコンのモニターの端とかに貼ったりして、こう常に見れるようにしとくとすごく記憶に定着します。で、こう覚えたいことをいっぱい印刷して、もうペタペタ貼りまくって、覚えたら剥がしてみたいなのをやるといろんなことが覚えれます。で、これは感熱紙を使っててインクとかもいらないんで、もうこのロールを変えるだけで永遠に印刷できます。はい、といった Apple 周辺機器のおすすめのもの紹介でした。皆さんも気になったものがあったら概要欄に書いとくのでチェックしてみてください。さよなら。